日本の造園ってなんか哲学とかも含んでそうですよね、式とか。禅とか寺の庭、枯山水って言って水を使わないで水を表現してる庭、砂門ってわかるかな。はい砂利が引いてあって波打ああれは水を表現してる、水を一切使わないけど水を表してるのを枯山水庭園っていう。今カナダでどれぐらい造園業されてるって言ってましたっけ？僕はカナダに来て6年目。6年目。はいはいはい。僕は独立したのは2年目。さっきもちょっと話してましたけど、この西海岸の造園っていうとまだ幼いっていうか、これから伸びるっていう感じなんですね。日本庭園とか日本の部分ってことになったら、それはもちろんまだまだ技術的なものとか剪定のこととか、木を切る技術とかっていうのはやっぱり日本っていうのはかなり細かいところまで気使って木のためにやってるんで、こっちでそれをやるとむちゃくちゃ喜ばれるんですよ。例えば刈り込むっていうイメージはすぐ持てると思うんだけど、木の枝を中を一本一本切って整えるっていう技術、感動してくれますよね。確かにそういう話なんか聞いたことない。床屋とかで聞いたことありますね。アメリカとかで髪切ろうとすると形ばっかり整えるんだけど、すくっていうことを知らないって。そうね、すくっていう技術やっぱりアジアでしかないっていうこと言われますね。特に日本だって髪質は黒髪の毛が太い方がやっぱりボワってするから、やっぱりつかないと中が広がっちゃうから、だから白人の毛一本一本が細いからすく必要がなくならないらしくて、髪の切るところ、枝の切るところとかって似てたりとかするのかもしれないですね。床屋行くとね、話が通じる共通のね、なんか感じるところがある面白いね、道具の話とか、道具の話。そうだいたい道具とかって日本から取り寄せてたり、日本から持ってきますね。使い慣れてる、ハサミは当然、庭道具、スコップかな、こっちのも使ってるんですけど、どうしてもやっぱり使い慣れたスコップとか形あるんで、僕は2本ぐらい持ってきてますので。今回はその木材はやらずに全て石ですよね。そうですね、石を扱う技術っていうのもやっぱり日本にはやっぱり歴史があるんで、そもそも日本人のはもう大昔にやっぱり石に対する信仰心みたいなのがすごい熱いんで。山とかは知ってますけど、石とかも信仰心あったんですね。そうですね、やっぱりよく山登りとかに行くと大きい巨石に砂がこうね、ありますあります、巻いてあったりするっていうのはやっぱりその石に対してやっぱり神を見てるわけですよね、神が宿っているっていう、それに対するやっぱり信仰がやっぱりあるんで、そういうのはもう脈々とこう日本人の中にやっぱり DNA としてこう刷り込まれてる。もうそこからの延長なんで、造園は石の実とセットを使って、セットってハンマーですよね、を使って石を削る技術、それも僕はその修行時代で覚えた。なんか今回作っててこうしたかったなみたいなのあったりとかします？いやね、悩む暇がなかった構想を練る時間がまずなかったっていう、もうぶっつけ本番、その場にあった石をどう使ってどう作るかっていうのを考える時間がなかったっていう。滞在時間短かったですよね。1週間なんで、今回1週間だけではないですよね。何回も来てますもんね。何回も来てます、今年はこれで2回目。今年はこれで2回目、去年は3回ぐらい来てるかな。来てる、毎回違うことをやってて、で来てみないと実際何をするかはわからないっていう毎回別なところ任されるんですか？毎回別なところですね。今回は入り口で、入り口の花壇みたいなところやったり、プール今回プールやったり、やっぱり日本風の温泉を作るにはやっぱり日本人に作ってもらいたいっていうオーナーの意向がやっぱり強かったと思いますよ。大抵他はどういう注文？もちろん個人住宅のそのお庭がほとんどですよね。日本人のお客さんが多いんですか？日本人のお客さんそんなにいないですね。白人の方、中国の方、中国人が多いかな。中国の人はやっぱり日本好きな人が多いし、日本
本式をお願いする式をお願いしますよね。中国式をお願いされてもちょっと作れないんで中国人にお願い中国人にお願いしてほしい、でも幸いこっちはねすごい仕事がたくさんあるからコロナ禍でも。日本人の庭師って多いんですか？ガーデナーっていう意味ではたくさんいると思います。庭作りをしてる人っていうくくりで言ったら絞られてくるかもしれない。いいの作ってもやっぱメンテナンスのことも考えなきゃいけないですもんね。そうね、だからノーメンテナンスの庭ってたまに言われるんですけど難しいですよね。岩とか今回はいいんじゃないですか？石とかもちろん石ね、でもやっぱり石だけではやっぱりね冷たい感じになっちゃうんで、やっぱりその中に緑がやっぱり入って出てくれば庭になってくるんで、生きてるものが入るとそれは手入れがちょっと必要になりますね。造園業の楽しみってどんなところにあります？スケールの大きい庭を作るチャンスがやっぱこっちにはたくさんあるんで、やっぱり日本で造園やってる方いっぱいいるけど、やっぱカナダほどスケールの大きい仕事ってなかなか来ないんですよね。僕みたいな駆け出しが日本で始めて、じゃあこういう温泉施設の大きいプロジェクトをじゃあ作れるかって言ったらなかなかできない。やっぱカナダに来たからこそできる仕事ですよね。こっちではそういうチャンスがたくさんある。まあ、小さい庭を作るのはそれはそれもちろんすごい魅力的な仕事で、その醍醐味ももちろんある。どう宇宙を作るのかっていうのはすごい大事なことなんで。なんか日本庭園のなんかドキュメンタリーみたいなの見たことがあって、でここの角度から見なきゃいけないっていうのがあったりとかして、そうすると絵になるみたいなね、そういうのが言われてるとか、なんか今回の作品とかでももちろんその庭作りにおいてある視点を決めて、ここから見た時に魅力的になる風景を作るっていうのは基本なんですよね。表と裏を作るっていうのはやっぱり基本中の基本なので、全ての方向から見た時に魅力的に作るってすごく難しいんです。視点を決めてそこから見える庭見る庭っていうのはいつもそれは意識してます。今回の温泉だとやっぱり中から見るっていう感じですよね。当然そうですね。中からお客さんはどこからどう見るのか、まあ、当然高いところから下を見たりするし、お客さんがどういうところを歩くのかで、そこから見る景色がやっぱり魅力的になるように庭をしつらえるっていう。本当楽しみですね。完成が楽しみですよね。完成見たいですよね。見れんのかなっていう僕がね担当してるところ全部細かいところまで僕自分でできるわけじゃないんで、本当にもう骨組みだけをやらせてもらって、あとはもう優子の人に任せるっていう託すじゃないけど。